ンドゾーン2。放射線降り注ぐ有害な雨でもお構いなしに祭りを開いた我らが白霊号。結果疫病が発生し70体も遺体が山積み、過去最大の災害になったが復興やってくぞー。まずは白霊高原から届いた防護服の原料でマスクやゴム手袋を作るぞ。ちょろっとだがマスク在庫できたぜ。さらに防護服を増産したいから白霊高原で繊維を加工してできるだけ布地にしちゃいましょ。ここは繊維専用の予定だったけど、人口増えてるしある程度加工もいけそうだな。大人町の赤子も68人もいるし、もっと増産いけるはず。今村人を養うための水と食料の準備もしてるし、この調子なら防護服もなんとかなりそうだな。現在のマリサーヒルズの鉄鉱石の産出量では鉄鉱量の規模を増やすことができません。用務員で新規開拓者を募り新しいセクターに進出します。鉄鉱石はうちの独占事業だったのに。今白霊号は復興中で人は送れないけど、資材をたっぷり送るから開発よろしく。広くはない土地ですし、とにかく鉄の採取を急ぎますね。ではタウンセンターを鉄鉱脈の近くに建設します。あそこ湿地なのに建てれるの？いや肥沃な土壌だったぞそれ。しまった、鉄のことで頭がいっぱいでした。ここにもプランテーション作ればよかったですね。安定のやらかしでは本日からこの地を用務鉱山とします。山っぽいシンボルが採用されました。それでは搬入口に荷物を下ろしてください。おっと全部は入りきりませんね。大都市となった用務員からもがっつり物資持ってきてるな。ヒルズとは違うのだよヒルズとは。私の時と格差を感じるぞ。では初手はタウンセンターをアップグレード。おいまだうちだってアップグレードしてないのにずるいぞ。鉄製の工具を作っているのは私です。優遇されて当然です。業務鉱山は水場がなく漁場を建設できません。せっかくですし肥沃な土壌で農業も少しやりましょう。農業ならヒルズでも少しやってるが、これ生産に水使うぞ。では近くに井戸を建設しましょう。井戸は桟橋で組むより水の生産量少なくて、近くに並べて設置もできないから非効率なんだよね。飲料水の確保も必要だからいくつか作らないとだな。アップグレードした井戸ならいくらか効率も良さそうですが、資材も足りないので当分は水の支援をお願いします。あいよ。それでは村の東側に小屋を、ある程度自立できる体制にはしたいので工具も作りましょう。工具工場の効率を上げるなら、木材とスクラップも近場に用意したいね。では木こり小屋と苗木場もすぐそばに建設ですね。スクラップはその辺の廃墟片付けるついでに、少しずつ回収すれば大丈夫だな。業務鉱山開村祝いに鉄製の工具を送っておきましたよ。ありがてえ、ヒルズのタウンセンター、アップグレだぜー。よし、タウンセンターのアップグレ完了、保管量がぐぐっと増えたぜ。水の生産量が少し少なくてスクラップが取れないけど、それ以外はいい感じになってきたね。水も人の割り当て一人増やせば平気だし、ほぼほぼヒルズは完成体になったな。業務鉱山も開村したし我々の未来は明るいぜ。って言ってるそばから放射線のレベル上昇。なんてこった、タウンセンターアップグレしたばかりなのにヒルズに放射能が。まあちょっとくらいなら、放射線の嵐来るのまた白霊号と白霊高原だもしかしてこの世界、川で隔てた地域ごとに汚染されてく感じ？白霊号が汚染しきったらヒルズに来るってことか？そうなると右上の地域が一番安全かもしれんな。などと憶測で予測をするが、それが間違っていることを彼女たちはまだ知らない。そうなの？放射線から逃げるならここが良さそうだ。本気でヤバくなったら検討しましょ。業務鉱山の農場が完成しました。トウモロコシを栽培しましょう。まあどれ選んでも生産量変わらないし、生産されるのも全部同じ食料扱いだけどね。種選ぶ意味とかないのか？ないよ。いつかアップデでなんか変わるんかな？なんでこんな仕様なんだよ。さてもうじき放射能に汚染された有毒な雨が降るので、白霊高原のプランテーションをアップグレード。繊維を増産。農場もアップグレードできるように研究を開始。鉄製の工具の増産体制が整いそうだし、既存の施設のアップグレがはかどりそうだ。業務員の住宅街を拡張し、労働者を確保して各種施設を増築し、生産量を増やしましょう。白霊号は前回の放射能祭りで住民が子供ばかりで働き手が減っちゃったから、増産はそっちでおなしゃーす。多少労働力に余裕がありますので、今のうちに公園などの公共施設も建てておきましょう。白霊号より人口が150人ほど少ないが、かなり立派な町になってきたな。まだまだ土地もあるしさらに大きくできそうだね。意味はなさそうですが、お試しで装飾品も設置してみましょう。お花？最高難易度プレイなのに余裕こいてんじゃねえよ。まあまあ平気でしょ、多分かよ。地味に資材を消費する上に建設に労働者も使うので、地味にコストかかりますね。近づかないと見えないし、微妙。小屋やる意味なさそうだ。白霊号のスクラップ回収の進捗状況を確認中。
一部現場が終わってるな。集合場所を閉じて新たな現場に送らんとだ。入りきらないスクラップは近所の風力タービンに格納しております。探索終わったポイントにめちゃねじ込んでやがる。有事の際はこの蓄えがきっと生きてくるはず。ずっとこのまま放置されそう。おっとヒルズのラテックスもいい感じに在庫できたから送るぞ。これをゴムに加工してゴム手袋を量産するぞ布地も追加だ。これですぐに生産できるぞ。白麗高原にも鉄製の工具が来たこれで全ての町のタウンセンターがアップグレードだ。周囲の生産効率もアップ。これで防護服もさらに増産だ。これで安泰だぜ。と思ったんだけど白麗号の大人がなんか増えない。いや増えるどころか遺体が山積みになってるぞ。有毒な雨はまだ降ってきてないのに何故？子供が大人になる速さと同じくらいで人が亡くなるデススパイラルに突入。有毒な雨が降ってきました。直ちには影響ないから。本当か？なんか怪しい感じだぞ。よし、詰め詰めに立て直してなんとか家を一軒追加だ。さすがにこれ以上は建てれないかな？マリサーヒルズ、人口150人でフィニッシュです。業務鉱山も人口が増えてきたので鉄採掘場を建設します。順調。水の入手だけ厳しいが、鉄製の工具ができたら井戸も強化できるし、このまま発展できそうだぜ。仕立て屋の近くに織物工場を建設。繊維は他セクターからの輸入だから大量生産は厳しいが、織物工場の効率に少しバフがつくな。マスクの在庫が280ほどできたし、そろそろゴム手袋や除染キットの生産にも着手しましょ。除染キットは要素、ゴム手はゴムが必要だな。ゴムは在庫800超え、要素も探索で拾ったのがあるからどんどこ生産をするぞ。いやこのまま生産物変えただけじゃマスクの供給が止まるだろ。あ、そうだった。てなわけでアップグレ済み仕立て屋を、増築。これで原料の在庫が少ない鉛のベスト以外は、防護服の生産に取り掛かれるぜ。おっといつの間にか有毒な雨は止んだみたい。土壌の放射能が 35% になった模様。いまいち被害の状況がわからんな。有毒な雨が降る前は子供の数が80人くらいだった気がするから、大人10人くらい減ってるかも。マイナス成長か、これなんとかしないとやばいやつかもしれんぞ。こりゃいかん、急いで防護服を作らなきゃ。しかしチュートリアルを途中で放棄した彼女は知らない。すでに村人が放射能に汚染されてる事実に。マジで？急げー、ゴム手を急いで作るのだー。やべえまた大人が減ってるぞ。除染キットも同時に生産開始だー。用務員の要素鉱山も急いで建設します。すぐに掘って白麗号に緊急配送します。ありがとう。在庫はある程度あるけど、要素も永続的供給がないと厳しい状況になりそう。ではもう一箇所要素の鉱脈がありますのでこちらにも鉱山を。要素はここでしか掘れねえから、ここの採掘上限が除染キットの最大供給量になりそうだな。あばば。赤子の数が100人に到達。総人口は変わらず450人なので、また大人が減っとります。一人大人になるたびに一人亡くなり、そして一人生まれる地獄の自転車操業。防護服の生産が始まってギリこらえてるけど、労働者が増えないし自利品状態。ここから盛り返せるか微妙なところだぜ。おっと研究止まってたので銅採掘場を研究開始。てか銅って何に使うんだろ？銅像作るくらいか？防護服、生産急げー。マスクの在庫は上昇傾向だけど、それ以外は完成直後に殴り合いの奪い合い状態だ。弱い者から死んでいく、これ白麗号の掟。防護服を手に入れた者だけが生き残るのじゃ。こうなったら仕立てや増築だー。いや働ける大人が足りねえだろ。人を多く使うレンガ工場を減産してこっちに人を回すよ。ギリッギリそうよー。防護服が足りないよ。おばあちゃん防護服は昨日食べたでしょ。いや食わすな。ある程度防護服が行き渡って、なんとか放射線汚染が減少傾向に向かってきたかも。相変わらず大人の人口は回復していない。まだまだ油断を許さない状況だぜ。ああ神よ、我を見捨てないでたもれー。ここに願いの木を植樹し、祈りを捧げまするー。それ住宅の魅力が向上するだけのただのオブジェです。もう神頼みしかできぬ。仕立てや完成したけど労働者が足りないだと？緊急時だぞ。他のとこから引き抜いて連れてこーい。人手不足加速。このまま白麗号が陥落したら次は私のヒルズに放射線が降り注ぐかもしれない。こんなところにいられるか、私は疎開するぞ。そこは鉛の鉱脈がある場所ですね。まだ作ってない防護服鉛のベストの材料、そこ開発するならついでに採掘もお願い。任せろ。非常に今更ですが採掘場は工具があると作業効率アップするみたいですね。そうなん？サクッと工具生産ラインを建設しましょう。
もしや今まで鉄鉱石が足りなかったのマリサがこれやらなかったからでは？いやそんなわけ、ないこともない。ああ今までどんだけ生産ロスしてたのやら。まあ今更立て直す土地もねえし、大して変わらんだろ、多分。もうほんとこのダメヒルズは。そして白霊号は子供の数が110人に増加。マイナス成長が止まらん。なんとか汚染は減少してるっぽいけど、すでに汚染された村人は寿命が短くなってる模様。こういう村の存続に影響するような事柄はもっと大きく声高に伝えてください。大ごとになるまで気づかなかったよ。いやお前がチュートリアルやってないだけだろ。そうだった。防護服の在庫はなんとかなりそうな雰囲気だけど、ここから盛り返せるかは微妙なラインだ。多少人員確保がきついかもしれんがここはさらに仕立てや立てるしかないか。すでに7件あるからこれで8件目だ。用務員で疫病が発生しました放射線汚染で大変なのに。安定してた用務員にも災害が来ちまった。目を離した隙に白霊高原に遺体の山が。土壌の放射線の濃度は低いけど、村人の放射能汚染が白霊号よりひどいじゃねえか。ノーマスク状態だと低い土壌汚染でも、蓄積して人体に影響するのか。直ちに影響はないとか言ってたが、ちゃんと蓄積して影響してたな。こりゃもうあかんかもしれん。おい。業務鉱山の鉄の採掘が軌道に乗ったので、鉄の運搬ルートを修正しますね。追加で足りない水を用務員から入れる微調整。長旅の末やっと安住の地に到着。ここに新たな町を作るぞ。白霊高原も風前の灯火、もはや安全な土地に移住するしか生きる術はないのかも。ここが世界最後の楽園。この世の未来は我らがつなぐ。今日からここはマリサ未来だー。港未来のパクリじゃん。言わなきゃバレない。いやバレバレだよ。今回は物資もたっぷり持ってきた。一気に町を建設するぞー。放射能汚染と戦うため鉛の採掘マジで頼むね。覚えてたらな。こらこら。では放射能汚染で一進一退の攻防をしつつマリサ未来が開村したところで今回はここまで。面白かった。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。大人が増えるとほぼ同時に大人が減り、子供が生まれるデススパイラル白霊号。果たしてこのまま滅びの道をたどるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。